ちは、僕リップジンガーですね。今回から始まるこのエピソード、スケータリティ、僕がいろいろスケートボードで、メンタリティを培って他のことに生かしている人たちに話を聞くっていう番組でございます。今回は自分がずっと、スケートボードを始めた10歳の時から憧れていた、江川義美君に話を聞いてみたいと思います。彼はスケートボードのキャリアの後、リアルマットヘクティック、そして今はアンブレニーニョというアパレルのブランドをやってます。そんな彼にね、スケートボードで何を培って、そしてその中で、何をファッションに生かしているのかっていう話を聞きに行きたいと思います。彼のブランドアンブレニーニョを取り扱っているシップスの方に、行って彼に出会いたいと思います。それでは、早速始まります。いいよ。スケートボードは、全然そのサーフィンのための練習だと思って手つけたら面白かったのかな。お手軽な感じかね。すぐ家の外でできるっていう。一人で持って原宿行って、明治通り沿いにあった空き地、いろんな人がそこで原宿でスケートボードやってるっていう具合が道行く人には面白く見えたりとか。なるほどね。どんぐらい来るの？ここ毎日来る。毎日毎日覗いてはいる。その優越感も多分あったと思うんだけど、そこで即席バンクだのなんだのっていうアイデア出してやり始めたりなんかして面白かったわ。でお店にたまってスケートボードのビデオ見たりとか、この板はなんだああだこうだっつって、高校17とか18とかからトミーでちょっとバイトし始めて、いろんな人にスケートボードばっか組んで、東京メイドでよろしくお願いします。引き続き街覗いてはいるんですか？スカウトされてちょっとコマーシャル出たりとかドラマ出たりとかっていうきっかけで早い段階で仕事することになって、その収入で海外に行けるっていう単純なそのスケートボードできるってことに気づいちゃって、なるほどね。でからいろんな動き、自分のしたい動きが取れるようになった。上を目指すにはやっぱり本国のアメリカ行かないと話にならないんじゃないかっていうことは肌で分かってたと。ただそれだけだと。パークに行ったその先々のその環境にこう自分もその一員になりたかったのかな。なんかその場に溶け込みたかった。ホームボーイ気取りたかった。なるほどね。中学でサーフボードのケースを彼女に作ってもらいたくて巾着みたいな素材で、とりあえずサーフボード高いからスケートボードかなっていうところでシュガーっていうセット、スケートボードのセットを買ったのが最初一番。なるほどね。学校の周りの友達と明らかにスケートボードしてると違う部分自分の中であるじゃん。全く話が合わなかったっていうのはあったね。不良っていうのがまだあったり、みんなほらボンタン手加えるじゃん、あれと同じ感覚で自分の学ラン、ストレートの学ランを膝下こういう風にバードしてくれって学ラン作ってるところに直しに出したことから多分今のこういう洋服屋さんにつながってったのかな。ここがヘザーグレーオール、オンブレっていうブランドを始めるきっかけになった会社の会社のお店。ああ、なるほどなるほど。で商品も自分のブランドも取り扱ってる。洋服ってどういうタイミングで作るの？まあそれは誘われてたね。YTPO っていうブランド名だったんだけど、でその後にレギュラーっていうブランドを始めて、もう僕はもうその時にもスケートボードが中心にあるから、ちょいちょい的な感じだと思うよ。それ
が一変したのがヘクティックだよね。でセレクトショップやろうと思ってるんだけどやらないかって言われて、やるやるって2つ返事で始まって、それからニューヨークに買い付け行ったりなんかそう始まって、お店の内装を考えたりとか。ここは今リリースなので、秋冬の今度の秋冬ものは上がショールーム、これは春夏今出てる。今出てるやつ。何が違かったんですか？今までだったらちょいちょいで。ブランドじゃなくて店だったわけよ。ブランド的なディレクションはやっぱ子供だから分かんないけど、でもお店だったらこういうお店があったらいいなっていうのはそういうアンテナは持ち合わせてたんだと思う。なるほどね。買うものがだんだん尽きてきて、ここああしたらもっといいのに、結局これあったけどもう一回欲しいよねっていうものを PKG っていうので出してる。ヘクティックの中の PKG でこれが始まって、当分やってたんだ。そう、ちょうどストリートファイターが流行ってて、ゲーセンによく行ってて、パンチキックガードパンチキックガードをあれを取って PKG にして、どういう自分の最初のカット&ソーとか、例えば複雑なものを自分の興味に変えていったっていうかもうテープだね。テープで貼ったりとか、あと本当に分解したりくっつけたりとか、とはいえ勉強してないから、DJ 感覚というか多分本当にその自由な発想みたいなのね、なんかスケートボードの中から生きてたりとかする？だから定義がないっていうところからやってみて、こけたらもう一回立ち上がるっていうか、何度こけてもやってみるっていうか、一人じゃできないなっていうのが分かってるので、今もパートナーの人にいてやってる。こういうこう着てるやつ、今回のその春夏のシーズンのなんかモチーフとかコンセプトとかなんかあったりとか。どんな子供かな、子供がお父さんお母さんが着てる洋服見て影響されるわけじゃない。でただが着てるの欲しいって言われたいお父さん心として真似してもらいたいから、そういった時にやっぱちょっと子供が反応してくれそうなデザインだったり、子供にも分かりやすいサイン、なんかボードとかさ、なるほどね。うわエッジっていうグラフィックではないけど、なんか後々伸びる、ちょっと手書きっぽかったり。そうだね。全く一緒じゃないですか。そうで構成も一緒なの。子供が着てて、これ逆輸入版って思ってんだけど、逆、なるほどね。何が逆輸入なのかっていう、子供が着てて大人がなんだそのシャツっていうこともあるわけよ。色だったりとか、子供扱いしてないんで、本来は僕が大人子供、みんな持ってるものをどうおしゃれに出すかっていう、親子のお揃いになるのも恥ずかしいんだけど、ちょっと恥ずかしいぐらいを僕はこういう形でやりました。まあでも大丈夫。洋服を作り続ける理由って何？なんか今はね、ちょっと歪んでんのか分かんないけどね、思うように売れないから、売れないっていうか、プロモーションも PR もまだできないから、できないのが楽しいのかもしれない。トライし続ける姿勢にすごくスケーターポリシーを感じていて、多分ヘクティックはお膳立てされてたと思う、ある程度。そこに僕は乗っかって顔を打ったっていうのが、ヘクティックでできた自分の功績とか、知らなかったことの方がまだあるから、洋服に何十年いようが全然違う環境でやっぱ今どう自分らしさを分かってもらうかっていうのをメイクすることに貪欲に進んでるって感じ。恥ずかしいとかっていうよりは、もう一度自分のアイデンティティというか、自分が何だったのかもうちょっともう一回こう考えてやってる。いっぱい来る。それはもう元気いっぱいもらっちゃうね。全然迷ってる場合じゃもらっちゃうよね。ちゃんとね、ゆくもここハンドルあるから危ないよ。そうそうそう。
ありがとうございます。いいえ。175612。1756。連続。行きましょうか。雨なんですが、一応駒沢公園あたりに来れば、まあ室内じゃないけど屋根があるところを滑れるということで、来てみました。仕事で向き合って動いてるうちに恥じることは一つもないと思う、動けるうちは、プッシュし続けるっていうか前へこけたらその時考えて対応して、すごい硬い氷にぶち当たりながら生きていく。でその中でやっぱりそこに胸の中に家族がいて、多分自分のことをサバイバルさせるっていうことなんだけど、今感じるその大切なもの、いやもちろん家族なんだけど、家族の笑顔だけみたいな、それを守るために何がこう大切っていうか、時間を守ることと、その誰かのためにためになるんだったら僕で役に立つことなら動きたいっていう、大変なことはあるにせよ楽しいことを見つけて楽しいことに時間を使いたい、けどなんか自分で自分の扉は閉めないようにやってきたこと経験してきたことはもう開きっぱなしで人と接するっていうことがその可能性として持ってないと進まないかな。そうだね。昔は多分その大会だったりとかいろいろ理由があったと思うけど、今はなんかスケートボードしてる理由って何かある？なんかこのユクモとかにこう教えられるかっこいいパパになりたい